こんにちは、マリです。新しい年になりましたね。今年もよろしくお願いします。今日の動画は年末年始の記録です。毎年やることはほぼ変わらないんですけどね。同じことができる喜びをかみしめながら、充実した1年の終わりと始まりを過ごしてます。12月29日に黒豆を煮るところから私のお正月の準備が始まります。今年は 600g の黒豆です。豆を煮汁に一晩浸してしっかりふやかしてから煮始めます。孫が大好きな煮豆なので作りがいがあるんですよ。このままコトコト4時間ぐらい煮るつもりが、アクを取ったら保温調理鍋に入りそうだったので計画変更。保温調理でガス代を節約します。煮物が多くなる季節に大活躍の調理方法です。おせち料理作りは明日です。なので干し椎茸を戻しておきます。普段はもっと小さなものを使ってるんですけどね。お正月だけは肉厚の立派な干し椎茸を選んでます。昔ながらののし餅が届きました。パック入りの切り餅とは味も食感も食べ応えも全然違いますよ。これもお正月ならではの贅沢です。切るのは手間だけど、一年元気で過ごせてよかったなんてことをしみじみと思いながら、黙々とお餅を切っていくのも悪くないですよ。一年の終わりと新しい年に思いを馳せながらの年末の恒例行事です。おせち料理は毎年友達と一緒に作ってみんなで分けます。6人で料理ができるように台所を変身させますよ。テーブルの下に置ける棚を作ってキャスターをつけたのはこんな風に移動するためだったんです。お正月が終わるまで棚は隣の部屋で待っててもらいます。調理道具に調味料にお野菜がいっぱい。6家族分の伊達巻きを作るから卵もたくさん買ってきました。大きなお鍋も出しましたよ。そうこうしてるうちに黒豆が柔らかく煮えました。美味しいです。少し日が傾いてきましたね。明日の昼食を用意します。おせち料理作りの合間にみんなで食べるお昼ご飯です。どんなメニューにしようかなって考えるのも年末の楽しみの一つなんですよ。メインは最近のマイブーム、バターなしの簡単キッシュに決めました。
普段はなかなか出番がない大きくて深いタルトで豪快に焼きますよ。チーズ入りの卵液もたっぷり入って美味しそうです。こんがり焼けました。もう一品ポトフを作りましょう。ポトフは野菜がたっぷり入ってていいですね。だしはいつもの自家製玉ねぎ麹です。みんな気に入ってくれるといいな。大きなお鍋は明日使うので、今日はオートクッカーで作ってみますね。野菜と骨付きの鶏肉、スープストックを入れて、落とし蓋代わりにキッチンペーパーです。最近の家電はスマホと連動するんですね。そういう家電は我が家ではこれだけです。使うたびに時代は変わったなぁと感動します。もう一つおせち料理の準備が残ってました。数の子を塩抜きするのを忘れてました。いやー、危なかったです。そうそう、料理に使う昆布だしも作っておきましょう。12月30日、友達がやってきて6人でのおせち料理作りが始まりました。我が家の年末の最大のイベントです。一人で何品も作るのは嫌になっちゃうけど、みんなで作ればすごく楽しいんですよ。おせち作りに参加してくれる友達に感謝の気持ちを込めてお昼ご飯を用意してます。キッシュとポトフ、大好評でした。よかったです。伊達巻きの方は今回初めて手作りしましたよ。毎年メニューはだいたい同じだけど、作り方は少しずつ変化してます。おせち料理を6等分してお持ち帰り、ワイワイと賑やかで楽しい一日でした。さあ、31日です。いよいよ大晦日。今日で1年が終わると思うと、なんとなく気ぜわしいですけど、どうしてもやらなくちゃならないことはそんなに残ってません。というか、何もかも今年中に終わらせようとは思わないようにしてるんです。適度に来年に持ち越してもいいんじゃないかな。そんな風にゆるっとした気分で過ごすようにしてます。新年を気持ちよく迎えるために台所ぐらいは片付けますけどね。
あとはお年賀にするクッキーを焼いちゃおうかなって思ったんですけど、それは年始のお楽しみにとっておいてもいいかなって考え直しました。1種類だけクッキー生地を作ってすぐに焼けるように冷凍しておくことにしましたよ。年末のお花屋さんで買った見切り品のお花です。これも植えるのは来年に持ち越します。元旦は娘家族と母が来るのでテーブルを整えましょう。おせち料理を重箱に詰めました。隙間なくきっちり詰めるのが習慣になってるんですけどね。最近はお皿にゆったりと並べてあったり、おしゃれなおせち料理を見かけますよね。いつか私もやってみたいと思います。こんな感じかな。夜はのんびりお蕎麦を食べて年越しです。楽しいことがたくさんあって大変なことがちょっとあったけど充実した1年でした。この後除夜の鐘を聞きながら眠りましたよ。明けましておめでとうございます。一人暮らしの元旦の朝はとっても静かです。厳かな気分になれます。昔の元旦は火を使ってはいけないなんて言いましたね。火の神様を怒らせないためだそうです。今はそういうことはあまり気にしないけど、私は火を使うのは最小限にしてます。長い間の習慣ですからね。鰹節でそっとお出汁を取ってお餅を焼きます。1年の最初に食べるのは1人分のおせち料理、そしてもちろんお雑煮です。大好きなお餅が食べられて幸せだななんてね、毎年同じことを思ってます。みんなで食べるお昼ご飯を並べて施設にいる母を迎えに行きます。漬けにしたサーモンとマグロを1人分ずつ。あとはおせち料理だけなんですよ。頑張りすぎない元旦のおもてなし、そんな感じです。手作りのおせち料理は味が濃すぎないので、小学生と中学生の孫もどんどん食べますよ。みんなで楽しい元旦を過ごしました。2日は一人静かに初詣に行きます。高台にある見晴らしのいい小さな神社です。行列もなければ、なんとお賽銭箱もないんですよ。謙虚な神様ですね。お賽銭なしでお願い事をするのは申し訳ないので、心の中でお礼の言葉をつぶやきます。
去年1年健康で過ごせました。ありがとうございます。とかね。それから新年の抱負を神様に伝えます。例えば、今年は動画のナレーションを上手にできるように頑張りますとかね。一年のスタートにふさわしいお天気でのどかで気持ちのいい一日でした。それではいつものキッチンに戻しましょう。去年作った棚を定位置に置きます。白いゴミ箱が置いてある場所にもできるだけ早く棚を作りたい。それも今年の目標ですね。元旦に使った器を片付けますよ。1年に1度しか使わない器を持ってるなんて無駄だっていう意見もありそうだけど、無駄が一つもない人生ってつまらなくないですか？こんな風に器を出したりしまったりする手間があるから、お正月が特別なものに感じられるのかもしれないななんてね、そんな風に思います。年にたった一度きりの手間ですから、まあ惜しまなくてもいいじゃないですか。そう思うんですけど、どうでしょう。今年に持ち越した花を植えました。年が明けてすぐに花を植えるってなんか素敵な気分でしたよ。今年こそ花いっぱいの庭になってくれそうな予感です。そうそう、このポストも今年こそ DIY で作り直したいです。お年賀のクッキーを作って友達や仕事でお世話になった編集者さんに送ります。年末に用意しておいたディアマン、サクサクに焼けました。あと絞り出しクッキーも作ることにしましたよ。長い動画を最後まで見てくださってありがとうございます。次回の動画でまたお目にかかりましょう。今年もよろしくお願いします。